はいさーい。うちなネットワークコンシェルの比嘉アンドレです。ゆたしくユニゲサビラ。今日のハイサンドレのテーマは、沖縄を代表するお酒ですね。青森について、語りたいと思います。ゆたしくユニゲサビラ。日本でもですね、特に海外の方でも、青森の、この作り方というかな、何で作られたということを知らない人が多いんですね。例えば私はアルゼンチン出身で、青森というのは、日本酒と同じものというイメージが強いですね。いわゆる北海道から沖縄までは同じもの、同じお酒を飲んでいるというイメージが強いですね。でもっと詳しい人は青森はサトウキビで作られてるだろうという、考えが多いんですね。なぜなら沖縄の音楽とか、沖縄の物語ではよくサトウキビというあれが出てくるので、じゃあキューバの、ラム酒みたいにサトウキビで作られてるだろうという、イメージが、強いですね。それで皆さん、青森について詳しい人を、紹介していきたいと思います。いろいろね皆さんと共に勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。それは今日ですね、青森の女王さんのぞみさんに伺いたいと思います。よろしくお願いします。どうも。はいたい、第35代泡盛の女王の金城のぞみと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。それで、のぞみさん、いろんなね青森の種類とかタイプがあるんですけど、もう本当に素人というかな、初めて青森の世界に入る人たちに説明、伺いたいと思いますので、基盤からちょっと聞いてもいいですか。青森というのはさっきも話したんですけど、海外ではサトウキビで作られたというイメージが強いですね。で、青森というのはどんなお酒ですか。青森っていうのは今から600年ほど前、まだ沖縄が琉球と呼ばれていた頃に作られ始めたお酒です。はい。タイのあたりとかと貿易している時に生まれたお酒なので、今も昔もタイ米を使って作ることが多いです。はい、ありがとうございます。日本のお米を使うこともあるんですけど、つまり材料はお米ですね。なるほど、わかりました。あとのぞみさん、ちょっと難しい質問と思いますけど、日本酒と青森のなんか違い、基本的な違いか何かあります？日本酒は醸造酒と言われるお酒で、この泡盛は蒸留酒というお酒になります。なので日本酒はビールとかワインと同じ仲間で、この泡盛はウイスキーとかウォッカと同じ仲間のお酒になります。はい、わかりました。じゃあ、皆さん確認しましたね。青森というのは特に南米の皆さん、メキシコとかペルーの皆さんには、興味深いと思いますので、ちょっとねペルーのピスコとか、そしてメキシコのテキーラに、近いものであるということですね。親戚であるということを言ってもいいですね。はい。それでのぞみさんいろんなねメーカーというかな種類の青森があるんですね。例えば久米線とか、あと都とかですね、あと伊平屋ですね、恩納村と首里ですね。じゃあのぞみさん、いろんな種類があって、ちょっと興味深い青森というかなここにあるんですね。アロハ青森という青森なんですけど、なんかハワイで作られたものですね。なんか色もですね、なんか黒糖が入っていて、ちょっとウイスキーに近いものですね。はい。こちらフレーバーがついているものですね。そしてハワイで作っているので、厳密には琉球泡盛っていうことはできないんですけど、こうして今世界中で作られて、泡盛は世界中に羽ばたいていっています。はい、ありがとうございます。それでのぞみさん、沖縄県では、どのぐらいの青森作ってる、会社というかな、があるんですか。北はもう伊平屋島から南は波照間島まで全部で46の46、酒蔵があります。わかりました。でその中でここ見るとなんか古酒というかな、古酒と書いてるんですけど、どういうふうにで、決められていくんですか、古酒というのは。泡盛はお酒ができてから3年未満、まだ3年になっていないものを一般酒、3年以上
時が経てば古酒、空酒と呼ぶようになります。わかりました。はい。それ寝かすところはなんか木で作られたあれとか使ったりとかしますかな。そうですね。ウイスキーとかだと木で作った樽を使ったりするんですけど、はい、泡盛の場合昔は甕、焼き物で保存していました。今は時代が進んでステンレスのタンクとかで貯蔵しています。わかりました。ありがとうございます。それでのぞみさん、いろんなね銘柄っていうかな、いろんな会社の青森がありまして、それなんかいろんな味を楽しめるということですね。そうですね。46メーカーがあって皆さんそれぞれ工夫しているので、不思議なことに材料はみんな基本的にほとんど同じです。はい、麹とお米とお水しか使っていないんですけど、例えばバニラのような香りのするお酒があったり、はい、カラメルのような香りのお酒があったり、最近はドライフルーツの香りのお酒があったり、こうしていろんな香りを楽しむことができます。はい。それって発酵してでそれこのバニラとかそういう香りとか入れていくというプロセスですか。そう、これ香りを入れているわけではないんです。お酒が自分でこの瓶の中、そしてタンクの中で発酵して熟成していって香りが生まれてきます。なるほどね。ありがとうございます。のぞみさんももちろん青森をいただいていると思いますけど、青森のなんか魅力というかな、どんなところですか。さっきお話ししたみたいにいろんな香りがお酒によって楽しめるということと、その日の気分によっていろんな飲み方を楽しめるというところですね。はい。ちょっと、細かく聞くんですけど、例えばのぞみさんの場合はストレートで飲んだりとかします？ストレートで飲むことはあまりないです。水割りで飲むことの方が私は多いですね。はいはい。あと沖縄では有名なシークワーサーとかがあるんですね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。ではこれだけ青森のお話ししてきたので、アンドレスさんちょっと飲みたくなっちゃったんじゃないですか？今日は仕事中なんですけどね。せっかくこんなにいっぱいあるのに。仕方ないですね。仕方ないですね。はい、飲みましょう。バモサベベル。それで皆さん青森の飲み方を、勉強していきたいと思いますので、よろしくお願いします。のぞみさんなんか飲み方かなんか、あります？例えばアルゼンチンとして、ストレートの方がいいというイメージがあるんですけど、どうですか？沖縄で一番一般的なよくされる飲み方はやっぱり水割りです。はい。じゃあまずは水割りで飲んでみましょう。こちら。はい。ではまずはこちら水割りでペルシマからいただきましょう。伊平屋酒造所ですね。伊平屋ですね。はい。沖縄本島よりも少し北、沖縄の有人島としては一番北にある島です。はい。で割る時のポイントとして、このお酒30度のお酒なので7対3で割ると一番飲みやすくなります。はい。お酒が3でお水が7ですね。はい。この泡盛一般的には25度から43度ぐらいまでのものが多くなっています。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。それでちょっと試してみます。カリーサビラ。カリー。飲みやすいですね。香りが甘いですね。はい。美味しいです。この30度のお酒を7対3で割ると今だいたい15度ぐらい、ワインとか日本酒と同じぐらいの度数になっているので、多くの方が飲みやすい度数になっています。はい。のぞみさんアルコールの度数の話なんですけど、一番低いから一番高いというかな、どんなもんですか？最近はすぐ冷蔵庫から出して飲めるように12度ぐらいのものから、あとワイン並みですね。はい。こちらにはもう43度のものまで。はいはい。一般的なのはこの25度から40度ぐらいまでのものが一般的です。はい、ありがとうございます。のぞみさん美味しかったですね。はい。あとは違う飲み方なんかあります？あとは最近人気があるのは炭酸割りです。炭酸。はい。泡盛のハイボールですね。はい。今度はこちら宮古島の原川産琉球王朝で作ってみましょう。はい。これも割合は同じぐらい7対3で作ります。炭酸ですね。はい。こ
これはあんまり混ぜると炭酸が、ねそうですね抜けてしまうので、1回だけ。はい、どうぞ。はい、いただきます。じゃあ、炭酸の青森ですね。ガリサビラ。さっぱりしますね。はい。なんかまあお疲れの時に飲みたいという感じがしますね。まあもちろん香りとこの味も美味しいですね。甘いですね。はい。どちらもお食事にも合わせやすいと思うので、食事中に食中酒にもおすすめです。はい。あとなんか、混ぜたりとかします？そうですね。沖縄だとよく聞くシークワーサーを絞ったりとかレモンを絞ってシークワーサーサワーとかレモンサワーにアレンジしたりします。はい、ありがとうございます。のぞみさんありがとうございました。はい、これが一般的な飲み方ですね。はい、あと他の飲み方なんかあります？じゃあ今飲んでもらったこの2種類がこの一般酒、まだ3年経っていない泡盛なので、はい、では次は古酒に行ってみましょう。はいはい、寝かしてる泡盛ですね。はいはい、今ここに2種類古酒が並んでいるんですけど、はい、こちらはただ古酒、こちらは7年古酒と書かれています。はい、この何年と書かれていないものは例えば3年と5年のものをブレンドしたりした場合ですね。なるほど。はい、こちら7年と書いてあるものは中身が全量すべて7年のものです。こちらは首里にある瑞穂酒造さんのお酒ですね。はい、ではせっかくなので香りも楽しんでいただきたいと思います。そしてこの古酒を飲む時のポイントなんですけど、43度っていう度数が結構高いので、一気に口に含むとやっぱりアルコールの感じが強くしてしまってせっかくの香りが楽しめないので、ポイントとして唇を湿らせる程度に飲むというより舐める感じで飲んでみてください。では皆さん、カリサビラサルー。すごいですね。ふわっとするんですね。そうなんです。はい。でも飲みやすいですね。はい。この香りも甘いし、入りやすいんですね。はい。はい。ありがとうございます。のぞみさんこれどんな酒でもそうなんですけど、はい、飲みながらなんかつまむという、はい、なんか、あります？そうですね。ここに用意したんです。じゃじゃーん。青森によく合うと言われているおつまみたちですね。やっぱりこの青森一般酒の間よりも寝かせた古酒になってからの方がより角が取れてまろやかになっていきます。はい、よくローストしたナッツに似たような香りがするって言われるものもあるので、今回はよく泡盛と合わせることの多いおつまみを準備しました。はい、ありがとうございます。これと合わせてみたいなというものからぜひ。アルゼンチンではよくサラミというがありますので、サラミからいきますね。はい、結構ラフテーじゃなきゃダメとかゴーヤチャンプルのイメージあるみたいなんですけど、こういうどこでも手に入るものでも美味しいです。じゃあいただきます。一緒に泡盛も合わせてください。サラミにはどれが一番合いますか？なんかストレートが合うみたいですね。ストレートとサラミの方がいいという感じがしますね。はい、味の濃いものとよく合いますね。はい。はい、続きましてちょっとチーズというかな、はい、いきたいと思います。これもぜひどれが合うのかいろいろ比べてみてください。そうですね。やっぱり私にはストレートの方がいいという感じがします。強いですね。じゃあ、せっかくなので最後にですね、沖縄の、かまぼこと一緒にいただきます。
美味しいですか？マーさん。どうでしょう。やっぱりまあストレートの方がおお、本当に強いですね。いい感じがしますね。沖縄の人はだいたい水割りで合わせることが多いので、さすがお強いですね。はい。のぞみさんのつまみの話なんですけど、はい、まあのぞみさんはどんなまあつまみ、と青森をセットして飲んだりとかします？そうですね。水割りとか炭酸割りの場合は、まあ普通の食事と合わせることが多いです。例えば洋食にも青森ぴったりなので、普段の食事と水割り炭酸割りを合わせます。でこのストレートで飲むような古酒の場合は結構香りが甘いですよね。そうですね。なので、はい、スイーツとの相性もいいんですよ。はい。なので、まあチョコレートと合わせてみたりとか、はい、バニラアイスに少しかけてアフォガードみたいにしても美味しいです。なるほどね。はい、わかりました。ありがとうございます。まあ南米の皆さんまあ青森はまあ特にストレートの方はまあ何に似てるというかな、何に近いと聞かれても、まあテキーラとかね、メキシコのテキーラとちょっと違うんですね。でブラジルのカシャサとも違うんです。でペルーのピスコとも違うんですね。何とも言えないんですね。独特なもう本当に美味しい味で今回のですね、今年の世界一の大会の時のお土産としてのおすすめですね。じゃあのぞみさん、今日はもうご丁寧にありがとうございます。ありがとうございます。まあ私みたいな素人が分かりやすい説明をまあしてくれましてありがとうございます。助かりました。いいえ。はい。今年は世界のウチナーンチ大会もありますので、県外や海外から沖縄に来られる皆様、46もメーカーがありますので、ぜひ沖縄に来た際はお気に入りを見つけて現地の方にもお土産に持って帰ってあげてください。じゃあのぞみさん、最後にはちょっとカリーで終わりましょうかな。じゃあカリーサビラカリーサルー